今のあなたの状態っていうのはとても良い、6 of Wands で出てる一つの成果を上げて自信満々のあなたがいる。このトライアングルで言うとね、しっかりプランニングしてあなたは勝利を収めるというのが出てる。で、行く、この体の位置、未来を表すカードだけど、ディスアポイントメントと失望、あるいはこの時はとっても今だよね、今はとっても満足してるけど、ちょっとそれに満足できなくなる時が来るのかな。で、逆のトライアングルを見ると、まず気になるのはこのキング・オブ・ソードの王様が、あなたの成り行きっていうのをね、すごくよく見てる。この6 of Wands の影として出てるのがダールカナ2の女司祭。あなたの影の部分、そこをこの、権威ある人って出てるよね、オーソリティ、この方はよく見てるよって。だから職場なんかで言うとあなたの上司かもしれないよね。あなたのことを見守っててくれる人、あるいは、あなたに葉っぱをかけてる人とか、あなたからするとちょっと過剰な期待をかける人かもしれないよね。奇妙な反発心みたいなのがあって、ちょっと何かこの方の支配下っていうとね、ちょっと言い過ぎだけど、なんかアンダーコントロールからちょっとはっちゃけたいわっていうような力みたいなのを、持ってるんじゃないかな。で、そこらも含めてこの方はよくね、あなたのことを見てる。だから今あなたはとても、良い状態にあるけど、あいつは、いずれね、またどん詰まって失望するさと、そういう形で見てるんじゃないかな。で、それはなぜかっていうと、あなたの陰性の部分、その月の側の、月のさらに裏側のあなたっていうのをこの方は知ってるから、それを見てるよ。今現時点ではそこまで深くねねじれてこじれてるわけじゃないけど、なんとなくこの方の存在っていうのが鼻につくかもしれないよね。自分でね
プランニングってなってるけど、計画を立てて2 of ones から6 of ones でしっかりと成果を上げると。気になるのはこれなんだよね、やっぱりな。で、行く先あなたが満足できなくなる現状に納得できなくなるよっていうのを見越してるというのが出てるね。で、このディスアポイントメントのね、この上にはコンペティション、5 of ones、競争とかさ、切磋琢磨とかさ、カップが愛だから、愛はね、そこそこ満たされるとまではいかないけど、半分まではいってんだよ、5で。だから2本飲んだところで残り3杯残して、なんかこの競争の方に戻るんだろうね、多分ね。それこの方のなんか思うツボなんじゃないかな。あなたがさ、別のなんか男性に惹かれてね、今この時点だね、この時点でこの方とは別の恋人にね、ちょっと意識がいってるかもしれない。だけどこの方はいやあいつはあの男では満足させられないよと。でこの体の位置であなたが、ね、2つの灰を飲み干したとこで、やっぱりなんか足らないわねと。残り3杯あるけどなんかこれ飲んでもなんか満足できないんじゃないかなって。でそれでまたこの渦中に入っていく、この人の世界観に戻っていくんじゃないかな。たった今あの人の本ね、かなり高みの見物であなたのことを捉えてる。どうでしょうか、正確に捉えてるでしょうか。このカード上は結構冷静に見てるっていう、見てるね。どれも激しいんだよね。なんでこんなにメラメラ燃えてらっしゃるんでしょうか。ご自身の中のわだかまり、闇の部分だよね。それを解き放って羽ばたく。結構な足かせがついてる中で羽ばたかなきゃいけないんだっていう力。この2 of ones のプランニングはすごく素朴で、素朴な情熱の芽生え、その種火を頼りに歩み始める力。一見とてもひょうひょうとして見えるけど、内面的にはすごい一歩なんだろうね。ブワーってもう全身で羽ばたかないと、自分の中にある、今までなんか解き放てなかった自分っていうものを放たないといけなかったんじゃないかな。で、ディスアポイントメント5のカップスについてるこのカードなんだけど、Be unstoppable、 もう止められない。あなたの中で制御が効かなくなる、あるいは制御が効いていた
あなたの中の意識みたいなもの、それを解き放つ。こっちのね、翼を持ったさ、そう、こっちのカードよりより強いよね。もっとぐいぐい来る。これでこっち上がったんだけど、ここに来てディスアポイントメント、失望からのまた be unstoppable で、このコンペティションね、渦中にまた入っていくよっていうのが出てるね。で、真ん中はザ・ウォリアー。この方の本当思惑通りにあなたが流れていくんじゃないかな。だから一時愛に、この方から外れて別の方の愛に走る。だけれども2杯飲み干したところでやっぱり満足できない。この方の読み通りにあなたがまたこの、呪縛の中に入っていくのかな。開眼しようとしているあなたの新たな境地っていうもの、その素質をこの方はずっと前から見抜いてるんだよって、降りてくる。だからあなたがちょっと泳がされてるかもしれないね。で、シックス・オブ・ワンズはとっても身近なところに裏切り者がいるよっていうカードでもあるから、ただこの流れだとね、やっぱりこの方の思惑通りにいっちゃうのかな。だから愛情面では今のあなたをなかなか満たすことができないかもしれないよね。愛を欲してるだろうと思う、誰だってね、愛は必要だと思うけど、なかなか素直になれないのかもしれないね。だってこんなに戦いたいんだもん。カッカカッカ燃えちゃってるから。太陽と月の2つの、真逆の2つのバランスを取ること、そのためにやっぱりものすごい羽ばたきが必要。あなたの足かせチェーンをぶっちぎるぐらいにもう羽ばたかないとなかなかこのバランスが取れないっていうのが出てる。で、このアンストッパブルの意味だけど、私はもう騙されない、そうメッセージされてる。今あなたが見抜ける真理を見抜いている。まだ不安もあるんじゃないかな。完全にね、自分が得たい答えを得てる状態ではないんだけど、だからこそこの5のワンズのもう一回渦中の中に私は入っていくわっていう決意。Be Unstoppable、 すごくなんか深いとこからさ湧き上がってきてる、もう止まらない力みたいなもの。だからご自身の中のトラウマをすごく、肯定的に捉えられる。ちょっと過激なんだけど、ちょっと過激だけど建設的に前向きに使っていこうっていう力に転換できる状態にあるのかな。そして勇敢に戦うっていうこのカードなんだけど、とってもね大きな巨大な幻想のようなね、
大きな敵と戦う、あるいは自分自身がとても大きくなったように感じてるかもしれないね。目下だけどこの意識で当たっていくととっても開けるよと。無条件の喜び、祝福、成果、成就だよね。だからたった今あの人の本音だけど、あなたのこと、あなたの心理状態っていうのはすごく理解してるんだよね。だけどちょっとやきもきしてるかもしれない。あなたがあんまりにも成功するから。まだ未熟だと、あなたのこと未熟だとね、高をくくってる部分がある。それでもあなたの決意みたいなもの、その力に少し恐れを感じてるんじゃないかな。ウェイキング、お目覚めだね。なんだろうこれ。なんかドロシーとかね、なんかおとぎの国でこうファンタジーの中でね、寝てたんだけど、まあ今目覚めるよと。もう目覚めるよね、こんだけカッカカッカ燃えてて。だけどそうだな、まあこの今現時点ではこの方の思惑の中に、この方はね、あなたのこと、あなたの状況を俺の思惑の中にいるって思ってるけど、あなたは抜けるってことだな。このお相手さんの術中の中からあなたは目覚めて、離脱、独立、仮にこの方に依存してたとしたら、もう自立していく段階だよね。結構こんだけなんか極端に燃えてるとまだ危なっかしいのかなって思うけど、やっぱり決意が本物だから、とっても良い成果を生むよっていうのが出てる。これはとてもいいんじゃないかな。だからあの人の本音はちょっとね、あなたの快進撃にびくついています。本当に目覚められちゃったら困るよってね、なんかそういう、ヒヤヒヤ感を持ってるんじゃないかな。エースのディスク、さらには点のカップが来て、とても良いんだよね。このエースのディスクの上にはザ・デビルが来てて、経済的なつながりが強いお相手さんの存在が見えてくる。この点のカップの上にある、クイーンのディスクなんだけど、ディスク、ペンタクルね。ペンタクル。お金とか物質的な価値。なんか意味深なんだよな。だからこのトライアングルで、クイーンのディスクで、とっても自然なこと、あるいは、生命の息吹、それはもう天のカップに裏打ちされてるんだよね。ただ、行き着いた愛、晴天の霹靂で何かが起こる。で、その後に出てくるのがこのディセプション、セブンのソーズ、欺瞞、裏切り。その理由は
ザ・スターが来てるんだけど、片手に入れ墨が入っちゃってるけどね、なんか別の何かを見つけたんだろうね。あるいはあなたが新たに発見したあなたの意識を奪うものにとってもハッピーだよって、ひょっとすれば金銭的なね価値を捨ててでも新たな世界観に没頭したいんだって見えてくるな。たった今あの人の本音っていうのはちょっと気が気でないんじゃないかな。あるいはあなたがとても今のお相手さんととても順風満帆で、あなたは幸せの絶頂にいると。でしかもペンタクルのね女王だから、経済的にもねとても落ち着いた状況下で、あなたは新たな愛を育むことができてる。だけれども裏切りが待ってるよと。そうとも読めるよね。ただ一番最初にね飛び込んできたのは、なんとなくあなたがちょっと新しい世界に見せられてるのかなっていう気がする。で、お相手さんはその経済的なバックアップがあなたとの唯一の拠り所で、戦々恐々としてる、そんな本音が見えかかってくるね。なんかこのディセプションが効いてるよ、この狐さん。どんな嘘なのかな、裏切りなのかなっていう、結構高いところを見てる裏切りじゃないのかな。ちょっと大胆になるよ、踏み出していくよって降りてきます。ジェネラシティ、ね、とても偉大な感じがするね。雄大、寛大、寛容。トランスフォーメーション、変化、新たなものをちょっと別の場所になんか移植するみたいな。どうなんだろうな。で、あなたの意識を投影する新しいキャンパスみたいなもの、それを見つけたんじゃないかな。とてもね幸せな状態なんだよね。テンオブカップス、ハーモニー、ネイチャー。だけどこれがマニピュレーション、操作、コントロールされてるよ。コントロールされてこのディセプション、欺瞞。さてさて、あなたが一体何に見せられてるんでしょうかと。ちょっとこのなんかデビルのカルマ、このカルマの原動力が働いてて、新しいなんか出会いがあったんだろうね、多分。衝撃的な、刺激的な。で、コンゼじゃなくてね、来世かもしれないね。なんか来世を見てるようにも見えるけど、とっても深いつながりの、新たなあなたのクリエーション、
この現世での課題に気づき、そして来世とつないでいくような、何かそういう力が働いているよと。カルマなお相手、ツインレイのようなね、ソウルメイトとか、その方のお相手さんのね、あなたに対する本音っていうのはちょっと怖いかもしれないねやっと気づいたかいって、俺の存在にやっと気づいたかいって、君はね、俺たちのカルマのね、レールの上をセオリー通りに生きていくんだよって。とってもだから宿命的な出会いを知って、そこにあなたの命の息吹をね吹き込んで新たに創造していくよという、なんかそんなメッセージにも聞こえるな。このデビルにかかってるのが新しい生命の発見、その息吹を感じる、まあ雄大なものをね感じてるんじゃないかな。とってもね、カルマの揮発にも見えるね。前章から持ち越してきてるその原動力がエネルギーに変換されていくよと、この現象界で現象化していくよと。降りてくるね。ちょっとね真ん中のこの孤独な親父はちょっと飛ばすよ。でこっちが母親、当たり前の愛情、ザ・スターにかかってるね。結構過激に感じるんだけどね、ザ・スターと、そしてマニピュレーションの操作に引っかかってくるんだけど、下はセブンのワーズで欺瞞だしね、そこに当たり前のことだよって、これは私が愛さなきゃいけない人なんだよ、ことなんだよって、これはとっても当たり前のことなんだよってね、メッセージされてるね。そしてね、最後ちょっとねかわいそうだよ。もう親父がねすっぱだかになっちゃって、俺は俺の孤独を受け入れる。これはだからやっぱりね、あなたが新しい出会いを見つけたんだよね、この流れ、あるいは見つける。だからあの人の本音はね、潔い人だと思うよ。俺はこの孤立を丸腰で受け入れる、これが俺だって。寂しい、これはちょっとなんか寂しい気がするけど、だけどもう仁王立ちになっちゃってるよね。冷静を感じさせる湖面で、ボートの上でさ、だからなんていうかな、あなたが開眼したさ、あなたがあなたの魂がね持ってる壮大なストーリーに弾き出されちゃってるんじゃないかな。でとても過激なことなんだけど、あなたはとても自然なことに感じてるっていう出てるんだよ。
だからもしくはさ、今まで疎外感を感じていた男かもしれないよね。あなたがなかなか気づいてくれなかった。俺という存在になかなか気づいてくれなかった。俺はだけどその孤独をずっと耐えてきたよって。今やっと気づいてくれたんだねって。なんかそう思いたい。そう思った方が、なんかちょっと気持ちはハッピーになるよね。うん。マインドガーデン。やっぱりね、個性の発揮。秘めたる、個人的なエネルギーだよね。個性だよね。あなたのカラーを爆発させる。結構サイケデリックだよね。ドクロの上に腰掛けてるんだけど、肉体が表現できる、コンゼでね、コンゼ一台の一世の表現できる枠を超えてね、前世からね、引っ張ってきてるそのストーリーがブワーッとこう弾けるよと。あなたもびっくりしちゃうかもしれないよね。何に見せられてるのか、あなたが気づいたのか。で、またなんか、この入れ墨がなんか結構リンクしてんだよね。エキセントリック、サイケデリック。だからね、あの人の本音っていうのは、最後ちょっといい方で締めたいけど、やっと俺の存在に気づいてくれたね。これでいいでしょうか。過去の傷をちょっと引きずっている状態かな。そしていまだに疑問に思ってるっていう、メッセージが来るね。仮に解き明かしていたとしても、スリー・オブ・ソーズってなかなか消せない痛手、なんだけど、おそらく今も私のどこが悪かったのかなって。あるいは本当は悪くないんじゃないかなって。そこら辺が未だに迷ってる状態にあるよって。なおのこと辛いよね。このトライアングルの体には4のカップスが来てて、あなたには瞑想が必要ですよって。ハミットでこっちもね考えることだし、メディテーションこっちも考えることだよね。自身を探求内観すること。だからとっても自分を責めちゃってるんじゃないかな。はっきり原因が分かっていれば、仮にトラウマであったとしても建設的に向き合うことができる。原因が分からないスリー・オブ・ソーズだから、そこで迷っちゃってるんだよね。だから自分ばかり責めちゃってる。喧嘩両成敗でね、片方だけ悪いってことは絶対ないと思うんだけど、割合はともかくとしてね、
そうで、このスリーソーズの下がザ・ムーンが来てて、やっぱりとても怯えてるよって、疑心暗鬼になってるよって、とっても不安だよ、踏み出す勇気が今持てないよってね、金銭的なこじれがあるかもしれない。スタビリティ、なんか固執してる、お金の問題ですごく膠着状態にあるような、たった今あの人の本音っていうのはあなたに不条理な怒りを燃やしてるかもしれないね。だからあなた的にはなんでって感じだけど、相手がやっぱりとても怒ってる、執着してる。だからだんだんあれ自分が悪かったのかなって、そんな風に思っちゃってるかもしれない。ただこのハイロファントプリですか、プリースですか、女教皇は、これはちょっと強い感じがするよね。だからこっから抜けたらね、陰性のパワー、あなたが今コントロールし損ねてる悩みをアンダーコントロールできる、その力に満ちてるんだ。このカードはとてもなんか強く感じる。ユニバーサルオーダーって来てるからね、あなたがね、なんで自分が悪いか分かんないっていうようなトラブルに巻き込まれてる。これはだけど宇宙の法則が働いてるかもしれないよね。この現世における人間関係から発生してきてる問題じゃなくて、それももちろんあるとは思うよ。袖振り合うも多少の縁で、やっぱり出会うべくして出会ってて、やっぱりこの現世上の絡みでもやっぱり接点があるわけだけども、なければ出会わないし絡み合わないだろうから。だけどもそれ以上に大きな力が働いてるよって。だからあなたが自分のね、根性の意識だけで今回の問題を捉えようとしてもやっぱり解せないんじゃないかな。大きなね、宇宙の法則が働いてて、数奇な宿命としてこのスリー・オブ・ソーズの憂いがあなたにのしかかってきてるんだよって。だから自分ばっかり責めちゃってても解決しないし前に進めないよね。だからそこでだよ、この女教皇。まさにそうだね、月の力をさコントロールできる。この意識まで拡大することでこのスリー・オブ・ソーズの呪縛っていうのは解けるんじゃないかな。ブレイキングフリー、自由になれ、サタンだよねちょっとなんか悪魔チックなカードだけれども、自由になれって言ってるね。だからこのハーミットはあなたの過去を探ってる。私の行いのどこが悪かったか、それを探ることももちろん大切。実際自分のどこら辺に落ち度あったのかなとかさ、そういうのを見ることとても重要だけど、もうそこはもう十分探しただろうと。もうそれ以上こだわってもしょうがないよと悪魔だけどね、悪魔だけど自由になれって言ってるね。もう囚われるなよって、そこじゃないんだって。
メッセージが来る。Know yourself。まあ自分自身を知れと。なんかとてもなんかこれは魔女みたいだね。魔女がなんかいろんな薬草やなんか鹿の角とかオットセイの睾丸とかね、いろんなものを煎じて揮発させてるよね。まあ自分を知れってことだけど、まあこのユニバーサルオーダーやっぱりもっと広く、知ることだろうね。自分自身肉体という魂の器をね持った存在として、この地球の重力に縛られている自分のそのちっちゃなカルマをもっと燃やして工事の世界と連動させろと。それで大きなね意識でこの問題捉えてごらんって。そしたら動いてくるんじゃないかな。あなたの恐れは消える。ちょっとなんか本当デビルチックだけど、すごくなんか強い力は感じるね。さなぎからね腸への脱皮、多面性を受け入れなさい。まあとても何か窮屈でさ冴えなかった状態から艶やかな状態になると、まあ、恐れるなというメッセージが来るね。この4のディスクペンタクルの膠着状態から動きがあるよとメッセージが来る。まあブレイキングフリーなんかそうだよね。もう自由になれよと、羽ばたけよと、そんなメッセージ来るね。まあこれはメディテーションなんだよね。自分の中を内観して、これはだけど地球を感じるよね。地球と一体化しろっていうような、あるいはこのKnow yourself、まあ自分自身を知る、まさにそうだけど、なんか濃縮した地球人としての意識みたいなもの、まずしっかりと自分の中で確かめて、それを、工事の意識へと持っていきなさいというようなメッセージかな。で真ん中にちょっとおどろおどろしいのが来てるけど、これはねカルマの燃焼です。この3 of souls、トラウマだね、ここで言うと。ユニバーサルオーダーっていうことで言えば、現世、このね我が身、今回もらったボディ我が身1台だけの問題じゃなくてね、大きなカルマかもしれない。それが浄化できるよと、来てるよ。決してこれがこじれてあなたが炎上するっていうメッセージではないから、そんなちっちゃい、メッセージじゃないね。だからね、お相手さんはね、やっぱり執着はしてると思うよ。このなんかフォーブディスから来るけど。だけどね、あなたが、あなたの意識の持ちようで、ちょっとだからなんか自分ばかりを責めてるのかもしれないね。どこが悪かったのかわからないっていうところで、なんで私がみたいな。だけどもっとなんか大きい視野で
持つことでこの関係性っていうのは完全に浄化できるっていうメッセージが来てるよ。だからあの人の本音っていうのはとってもちっちゃいもんなんじゃないかな。この4のディスク、このペンタグルが4のペンタグルのような、ちょっとこじんまりしたもんなんじゃないかな。ちょっとせこい執着のような。だから言われのない、不条理な要求をされてるのかもしれない。だけどなぜそんな人物とその接点があるのかと。もっとなんか気持ちをね、霊界にまで広げて、霊的世界まで意識を広げることで、こういう人物っていうのはね、あなたの視野から消えるよと。降りてくるよ。このデッキがそうなのかもしれないけどね、なんかこうなんかデビルチックなパワーが強いよね。エリス来たか。これはね、フワとかね、エリスさん、仲違いとか、良くないのが最後来たな。どうしてもやっぱりなんかこの下の、これだね、ムーンだね。もうムーンを見上げてる状態だと、やっぱりね、不安になってくるかもしれないね。うわーってなんか、もう私をみんな責めてるんだ、みたいな。もう誰も彼もが鬼に見えてきちゃうようなね、そういう気持ちになっちゃう。だからこれだよ、この宇宙の法則。宇宙ルールで考えることで、この呪縛を破る。で、そうすると、この女教皇、闇の力、神秘のベールを操ることができる。これは本当に心が広いからだよ。意識が豊かだから、闇の世界もね、おおらかに網羅することができると。今のあなたはこうかもしれないね。そうするとこのエリスさんが来て、あなたをね、心配させる。そうだな。だからね、このカルマの燃焼が、鍵になってくるね。だけど、とってもいいカードが出てるからね、パワフルな。燃える。このしがらみは解消します。いいですね。